願いします。はい、よろしくお願いします。実は前回もプレゼンさせていただいたんで、今回2回連続ということで、頑張りたいと思います。で、このタイトルで発表するんですけど、前回は、ゲームを、紹介したんで、今回は自己紹介と、あとどういうふうにゲームを作ったのかっていうのを紹介していこうと思います。で、実際どういうゲームを作ったのかというと、マリオネットっていうゲームを作ったんですが、知ってる方いますか？何人かいますね。じゃあ大丈夫だと思います。簡単に説明すると、チェスや将棋のように駒を動かしてですね、対戦するゲームという感じなんです。で、事前にプログラムして、対戦するっていうのが、最大の特徴で、データをサーバーに送ってそれで共有して対戦するゲームというのが、特徴です。で、前回はこれを紹介したんですけど、前回からとの違いは、Steam で販売することができまして、皆さんのおかげなのか何なのかわかんないですけど、ありがたいことで販売することができました。で、実際私は何の、フレンズというかどういう人間なのかっていうのをちょっと紹介させてもらうと、簡単に言うとニートです。ニートのフレンズなんですけど、結婚してるんで、主婦かなと。ただ家事はしてないんで主婦ではないと思うんですけど、で、経歴としては大学で数学をずっと研究していました。で、その延長線上で数学の先生とかエンジニアとかをやって、ある程度やっていた。ただこれを見てもらったら分かるように、社会経験もゲーム開発の経験も人脈も全くないところから作ったということで、ちょっと分かってもらいたいなというふうに思います。で、ああいうゲームを作ったんですけど、初めに作りたかったのは、ああいう自動対戦のゲームではなくてオンラインのゲームだったということです。で、これを作り始めたのがですね、去年の7月からですね、7月から作り始めたんですけど、最初は、とてもぶつかってしまったんですね。壁にぶつかってしまって、ネットワーク関係すごく難しいなと思ったんですね。で、そこで私の取った行動というか、考え方はですね、この3つありまして、本当に自分が作りたいものはそれかというふうに問いかけたわけなんです。でもこれはある意味ちょっと逃げというか、自分でできないことがあったら本当にそれ必要なのとか、数学できない子だったら数学って本当に必要なのっていうのと一緒で、ある意味逃げの質問だったんですけど、それでこの3つが選択肢としてあって、このままネットワークの勉強をしてオンラインゲームを作るという方法と、ゲーム開発やめてしまおうっていう方法と、オンラインは諦めるけど何か別のものを作ろうという選択肢がありました。で、私が実際行ったのはこの3つ目ですね。やっぱネットワークを妥協する。で、なんでこの3つ目を選んだかっていうと、まず1つ目は勉強したくなかったっていうのが一番の原因で、2つ目、ゲーム開発を諦めるっていうのは、これは選択肢としてあるんですけど、正直毎日妻はですね、働いているわけなんですね。で、それで仕事の話を聞くわけなんですよ。で、そんな中自分は何も家でやらずに8時間10時間過ごすっていうのは非常に苦しくてですね、何か自分は続けたいという思いで、妥協でもゲームを作ってるんだっていうモチベーションでずっと作ってたわけなんですね。だからこの3つ目を選んだという、精神的に3つ目を選ばざるを得なかったということなんです。で、私の考えたものは、オンラインゲームを作りたかったわけなんですけど、その理由をもっと突き詰めて考えれば、別に友達と遊びたいわけではなくて、そのカメラじゃないゲームの向こう側の、誰かと遊びたいわけで、それが別に友達でなくても機械であっても何であってもいいと、とりあえずいろんなパターンの敵と戦えればいいという考えに、自分で妥協しました。でもやっぱオンラインゲームを作りたいという思いがあるんです。で、それで私の取った行動は、敵を100パターン作ろうということを行いました。で、実際2個3個4個5個というふうに敵をどんどん作っていったんですね。そしたらある時ですね、気づいたんです。ゲーム AI 作るのめっちゃ楽しいということに気づいたんです。
でこの感覚っていうのはやっぱゲーム作ってる人じゃないとわからないかもしれないんですけど、イメージとしては初めてのお使いとそういうテレビ番組のイメージと近いんですけど、なんかこう自分の手を離れてなんとかこううまく頑張ってる子供の姿を見るのがすごくこう楽しいとか、うまくいった時が嬉しい。でだんだんそうやって成長していく子供の姿を見るのが楽しいというのと非常に似てる感覚なんですね。私子供いないんですけど、そういう感覚なんかなと思います。でこの感覚っていうのはもしかしたらみんな持ってるもんじゃないかなというふうに考えまして、私は AI の部分を独立させてユーザーがゲーム AI を作ったらいいんじゃないかっていう方に突き進めました。でそれで実際作ったのが、私の作ったデータとユーザーの作ったデータが対戦するゲームっていうものを作りました。これでなんていうのかいろんなパターンの敵と戦うというのと一緒に、その我が子を見るようなゲームが作れたというので非常に、自分の中では満足してたんですけど、でもちょっと待ってよと、やっぱオンラインゲーム作りたいやっぱり最初の思いはあるんですね。でもやっぱり自分には技術がない。でもここでやっぱ考えるわけなんですよ。AI 構築の楽しさを体感しながらオンラインにするにはどうしたらいいのかなと。で結構答えは簡単で、この AI データをサーバーに保存してそれをみんなで共有すればある意味オンラインゲームになるんじゃないか。で実際サーバー保存っていうのはその掲示板を作る程度の知識でできるので非常に簡単なレベルのものだったんで、これが答えなんだなっていう思いからこういうマリオネットっていうゲームが出来上がったと。この今ざっくり話をしましたけど、結局どういうふうにゲームを作ったかっていうと、問題があったらもう妥協する、諦めてしまう。で、会社だったら多分これはできないと思うんです本当に許されないと思うんですでもやっぱ個人で作ってるんでそういうのは許されると思うんですよ。で妥協するんですけど、それでも妥協したところでやっぱり実際作ってみる。でそうするとやっぱり世界がちょっと違った世界で見えてくるんで、その中で自分の面白いもの、面白いと思う方向に突っ走っている。でさらには妥協したってことは諦めがあるんですけど、その諦めを最後まで諦めずに憧れを持ってちゃんと作り続けるっていうのが、ゲームを作るには大事だったんじゃないかなというふうに僭越ながらってやつですか、まだ作って間もないですけど皆さんの方が経験あると思うんですけど、私はこういうふうにやっぱゲームを作ったらいいんじゃないかなっていうふうに思いました。で最後に、私が皆さんより経験多いことって何だろうって、この1ピクセルのプレゼンのために、最後に伝えることで何があるかなって思ったのは、やっぱ研究をよく、長くやってたんですね。数学の研究をずっとやってたんで、そのことについてちょっと一つ最後言おうかなと思います。で私が恩師からいただいた言葉で、やっぱ大学の先生っていうのはすごく創造性にあふれる、仕事をしてるんですけど、その先生が言っていた言葉で、1回しか言ってないんですけど、天才が作った道を整えるだけでも研究になると。で彼らが見落とした花を見るのがわしの幸せというふうな言葉を一度言っていただいて、私はこの言葉を大体1週間に1回くらいは思い出して頑張ろうっていう気持ちになってるんですけど、この言葉の意味はやっぱりこう企業とかいろんな技術力のある人っていうのはたくさんいると思うんですけど、それが自分にはなかったとしてもそれを補う工夫をすれば、今回のゲームのように自分の好きなものが生まれるんじゃないかっていう、解釈で、もう一つはやっぱりこの J 教授っていうのはすごく世界レベルの教授なんですけど、そんな先生でもこういうことを思ってるんだから、自分たちもひたむきに自分自身の問題を考えて、ゲームを作っていったら、面白いんじゃないかなっていうふうに、私は解釈していて、これをちょっと共有したいなと思って、今日のプレゼンに用意しました。ということで飛ばして話してきましたけど、以上で私のプレゼンです。いいとゲームを作るまでということで、ありがとうございました。ありがとうございました。